はい、戻ってまいりました。もういい時間ですからね。ここからの時間はテイクディスパネル。今回のITイベント、スピードランラグナロクは、支援しているテイクディスという、ゲームコミュニティにおけるメンタルヘルスに関する意識向上、教育、奉仕目活動を目的とした非営利の慈善団体に関する紹介をする時間ですかね。ちょっと、これは、英語で説明されるのを訳していくだけの力が私には多分ないので、ちょっとふわっとした解説になるかと思いますが、頑張りたいと思います。もしかしたら、あれですかね、本家の方が、ちょっと日本語の情報を提供してくださる可能性もありますので、そういう方面にもちょっと期待していただいて、ちょっと説明してしまったんですけど、今回のイベントの概要に関しても、ちょっと読んでいきたいかなと思います。現在、ジャパニーズリストリームでは RTA イベント、スピードランラグナロク2021の様子を公認で日本語ミラー配信しています。スピードランラグナロク2021は、The RPG バルキリーズというツイッチチャンネルで行われているテイクリストを支援するためのオンラインチャリティイベントです。The RPG バルキリーズは RPG やスピードランニングが大好きな女性や女性寄りのランナーが集まったグループで自分たちのスキルやゲームへの愛をアピールするために作られました。The RPG バルキリーズのチャンネルでは年間通して複数のイベントが配信されるようです。今回のイベントの寄付先であるテイクリストはゲームコミュニティにおけるメンタルヘルスに関する意識向上、教育、奉仕活動を目的とした非営利の慈善団体です。寄付と関連して特定のゲームには高難易度への変更やエンディング選択などが予定されており、各項目ごとに設定された目標寄付額を達成した際に行われます。また、寄付金額を表に見立てたビットボーによってキャラクター名や選択肢などが決定されることもあります。寄付額に対する報酬は、URL からご確認いただけます。直接の寄付はカードによってできないこともあるようですが、ぜひ一度チャレンジしてみてください。イベントは17日から24時間昼夜を問わず開催されておりますので、ぜひ最後までお楽しみください。ということで、もう、まだ半分は行ってませんかね。まだまだありますよということですね。とはいえ、まあまあ折り返しぐらいには来てるんですかね。日曜日。日曜日の終わり際スタート。で、来週の日曜日の朝に終わるので、1週間丸々やってるわけではないですからね。そう考えるともう、いや、まだ半分は言い過ぎましたね。もう、今日が終わったぐらいで半分ぐらいですか。ここまでで何か面白いタイトルなどありましたかね。私はあまり見えてはないようですが、ゴルフゾーンなんかは今日の朝やりましたが、すごかったですね。ファイアーファンタジーのランダマイザーだったり、なかなか今回ランダマイザーも多く出されますからね。ゼルダの熱唱のランダマイザーも最終日か何かにあったはずですし、
ドラゴンクエストのランダマイザーはなんか終わりましたかね、確か。これから先の案内を全てするのは難しいですけど、今日の午前9時半ぐらいですから、8時20分ぐらいから、クリプトオブネクロダンサーから始まる音ゲーゾーンがなかなか少し珍しいんじゃないでしょうか。ビートマニア、スデラックス、サウンドプロジェックス、あとポップミュージック。これらが、家庭用のできるモードが配信されたことがきっかけで、まあこういうイベントでショーケースとして出てくることができるようになったと。あとは風のタクトもランダマイザーですか。すごいですね。スケジュールから、解説の方がいらっしゃるかどうかも確認できますので、もしこのゲーム知っていて、もしくはプレイしたことがある、で、解説できるよって方がいらっしゃいましたら、ぜひ解説応募お待ちしております。そうですね。この、テクストパネルが終わった後は、デルタルーンが予定されています。その前、チャプター2が配信されて、話題になっている、今、チャプター1を RT 見れる、ちょうどタイミングとしてはいいのではないでしょうか。そうですね。何か興味がある。特にランダマイザーなんかは、ちょっとわからないと、知っておかないと何もわからないってことが起きうるので、まあ、先に調べておくと、より楽しめるかなと思います。まあ、調べたついでに解説に応募してくださっても構いません。もちろん。
もちろんね、喋るのが無理という場合でも、要所要所コメントで解説してくださるだけでも、かなり助かりますね。先ほどのリンクの冒険でも、私は何も知らなかったので、アイテムだったり、原作だったらこうだったみたいな、そういう一つのコメントでもだいぶ助かるので、で今回というか、前回からもそうですけど、右下に書いてあるハッシュタグ、日本語、ジャパニーズリストリーム向けのハッシュタグ、スピードランダグナロク2021なので、SRR2021JP というハッシュタグがありますが、こちらで、ツイートされた場合は、例えば外出の方が、もうこれから開始しますみたいな感じのツイートをしたりした場合は、このジャパニーズリストリームの公式のツイッターの方でリツイートしていただいたりといったこともしていますので、皆さんもぜひご活用ください。もちろん解説の方だけではなくて、普通に見ていて、面白かったシーンだったりをつぶやく際にも活用していただいたらなと思っています。私自身、今回、すべてを見れているわけではないのですが、そういうハッシュタグなんかで感想を追ったりしていって、これ面白かったんだなっていうところからは後でアーカイブを確認したりっていったような感じの使い方もできますし、逆に全く知らないタイトルでも、そのハッシュタグでつぶやいているのを見て、見たりっていったようなことも起こり得るので、そういったところで活用していただいたらなと思っていますね。
ちょっと変わってますかね。予定では、テレビパネルは、そんなに早く、リンクの冒険が予想以上に早く終わっていて、予定では5時5分からの予定だったので、まあ、ちょっと早く終わった関係もあって、多分、ちょっと時間かかってる気がしますね。ちょっとわからないんですけど、発表される方が、RTA スタッフの方ではなくて、事前団体のテイクリス側の方かもしれないので、そういったことであれば、まあ、時間がずれると、ちょっと、まあ早く前倒しで発表というわけにはいかなくなっている可能性もありますね。
流れてる BGM の表記がないですけど、先ほどからゲーム音楽のアレンジの BGM が流れてますけど、これはあれですかね。今回走られるタイトルから持ってきていたりするわけではないんですかね。今回、ファイナルファンタジー7は、ありますよね、確か。レースか何かが。もうあったのかな？ファイナルファンタジー7。ありますね。ファイナルファンタジー7。PC2% レースが、10月16日の3時20分から。その前、今流れてる曲の前は、マトーヤの洞窟が流れてまして、これはファイナルファンタジー、ランダマイザーで流れていた可能性がありますかね。で、その後前はデータルームでしたから、今のところは全て、今回のイベントで走られるゲームの音楽が流れてますかね。ちょうど画面5時になりましたけど、画面切り替わりましたね。It is your surprise host, Natara, and the ever wonderful Dr. B here with us. Lies. Oh, sorry, I'm lying already. You're welcome, everybody. Ever wonderful, my foot. Well. I'm cantankerous. 壁にシルクハットが、 One of シルク those ハッ might ト be ではないです true. ね。何でしたっけ、この帽子は。Make no promises on the rest. Okay, let's get some music going again, but have か it なりいろん quiet. な種類があって、 Chat, let me その know 日の if 気 you can 分 hear で the 色を music, 変える but そう if です it's ね。 not too loud, we haven't sound checked anything, because, you know, this is how we go. This is how we roll. So, we're here today to talk about destigmatizing mental health, which Yep. I'm sure all of us, any of us who have any sort of mental health struggles have had experience with. I certainly have with, I have ADHD and generalized anxiety, so I personally do my best to talk about it all the time. And you don't realize how much people don't talk about it until you start talking about it. I don't know if you've had that experience where people go up to you and they're like, oh my gosh, you talking about this has made me realize that A, it might be something I struggle with, and B, that it's okay to talk about it. That's literally my job. I mean, what you're mentioning, and yeah. I have always been very public in the course of doing my work. For those of you who in the audience who may not know me, I am, everybody just calls me Dr. B for long Italian name reasons that you can see below. At one of my previous internships, they just looked at my name and went, no, Dr. B. And so I am a doctor of clinical psychology, non-practicing at this point, though probably going to start in the relatively near-ish future, get licensed for independent practice and do all that good stuff. But it's literally part of my job to talk about mental health, as take this as mission is destigmatization. My own struggles are something that 本家のね、スピードラグナロクのスタッフの方から、ちょっと今どういう話題を話しているかっていうことを、内容を軽く訳したものをいただきましたので、そちらを読みたいと思います。運動はない行動が続くと次第になってしまって、この1年間半では、コロナ禍ありますからね、普段の生活になっている、この運動がない
行動、運動がない間が続いてしまっていることで、運動がもう習慣ではなくて手段になってしまっているっていう風になっている人も多くなっていますと。そういう中で仕事、学校生活、コミュニケーションなどが全て、このオンラインでできてしまって、今話していたのは昨日の内容らしいです。そういう中で、昨日の内容の復習も別にしていいですからね。そういうのが問題になってきて、特にゲーミングコミュニティでは、座っているだけで、もうそういう運動するっていうことが本当になくなってしまっているっていうところからの話のようですね。実際これは、Yeah, I can definitely confirm that. I'm seeing an ADHD ありますよ coach. ね。 Her name is Dusty Chipura, and she is amazing. But one of the things which really resonates and why I've stuck with her for so long is she also has ADHD, and she does not hide that. She brings that into her practice, talking about, I understand, どうで this すか is what ね。 I do. ちょっ Here's と what some of my other clients do. So it's not just some person who may have gone もう to 少し school 前回の but doesn't やつに関 quite して get 話 it. す It's と、 someone who gets it. 体を動かさないことによって、心臓病や糖尿病のリスクが高くなっていって、それがさらに老化によってどんどんリスクが高くなっていってくる中で、ゲーミングコミュニティだったら、体を動かすことができるゲームなんかで、そういったところの対策もできますよっていうような話を多分昨日されていたようですかね。Your coach is open about her ADHD, and there I am thinking I couldn't hide it if I wanted to. Well, yes, there is also that part of it. I can't either, and I'm pretty sure she can't either. But it's you just can't even really try because when you're like us, you're very. 現在の話題に関しては、メンタルヘルス、そうですね、精神疾患に関して、精神疾患というほど大げさなものではなくても、メンタルのヘルス、精神的な傾向ですよね、について話すことの大切さについて話しているようですね。とにかく、そういったことに対して、話さないとわからない。そうですよね。自分の心の悩みっていったものは、黙っていてわからないので、話さない、自分の口に出さないとわからないといったような話題のようですね。Who has a degree of institutional credibility, that has that, and when I say institutional, I mean in a broader sense, societal, et cetera, et cetera. I've got the letters after my name. To have a cisgendered white male with letters after his name who is rapidly approaching middle age. Be egalitarian, talk about these things in a way that's more open to use that level of privilege is something, honestly, I wish more people did. Yeah, absolutely. Definitely agree to that. When you're in that position of privilege where people are more likely to listen to you, being loud and proud with it or just out with it, it really, really helps. Though again, plenty of people are struggling, just to kind of come to grips with different things because I know some of us, like myself, I didn't get diagnosed till my early 30s. So you can't be talking about whatnot if you don't know it exists or you struggle to get that diagnosis. So that can also be a struggle. Oh God, yeah. I mean, we're going to get it. I mean, we could go down that rabbit hole of neurodiversity and the fact that so many clinicians are behind the times in terms of diagnostics of adults, one. But when you present any degree of gender diversity beyond cisgender male, ドクター B という方の話では、この先生として大切に思っているということは、謙虚であることをですね。患者の方と同じ視点を持てるようにってことですかね。どんな先生であっても、その患者と全く同じ経験をできているわけではないですけれども、そこに寄り添う、同じところに立てるように寄り添っていくことの大切さっていったような話題をされているようです。多くのメンタルヘルスの方、先生は遅れている。そういった視点ですかね。
take, まあそうですか gotta ね。 take my anti-anxiety meds right now. Oh, okay, cool. You do you, boo. And but it's just そうです not ね。 there. PSYD は精神科 Yeah, 医ですか exactly. ね。 It's definitely why I try in my spaces, even here in the Valkyries, to do those med checks. Like when I remember, because I struggle to remember to take my evening anxiety meds all the time. I have these time caps where it tells me how long it's been since I last opened the bottle, and they're amazing, by the way. And like when I'm taking them, because I know I struggle, I'm like, hey, I'm taking my meds. Anyone else who's got evening meds, have you taken them? And I know just from talking in the community, it helps so much. Oh yeah. And just knowing, because then they'll be like, oh, hey, I'm taking my meds. Hey, have you all taken your meds? And I'll be like, oh, heck, no, I haven't. Gotta go. Oops. Yeah, time to get them. Well, and you're getting into a really powerful thing that any broadcaster can do. And this we're in an interesting era of technology in that we're a lot of people who are streaming and or have a YouTube channel, and maybe it's a small YouTube channel, and they have this mindset of well, I'm just playing games with my friends because they've only got a couple people there. However, the instant you start making it live, the instant you make it publicly accessible to other people, you're a broadcaster. Yep. Doesn't matter the size of your audience, you are a broadcaster. Yeah. And in that role, you can have a powerful, and I can't say that enough, job as an advocate. Absolutely. And there's and one of the biggest fears that all of us take this here from content creators is, how do I help people with their mental health needs without acting like a therapist? Exactly, because that's such a fine line sometimes. Can I give you one word? Absolutely. One word that's going to define that line? Okay. Opinion. Ooh. Okay. So, mental health professionals, treatment providers, are licensed to give individualized recommendations, diagnosis, treatment planning, and suggestions to clients, right? All of that comes down to opinion. Yes. And so if you are interacting with your chat in a way that does not offer any sort of opinion about what people should do, where their diagnoses come from, then you're probably not stepping into that role. That's good to know. Yeah, that is a good point. And so, yeah, I mean, but being aware of that, allows you to stay in that role of advocacy. And what can advocates do? They can educate. Just get good resources, okay? Find people who cite their sources, okay? Don't just share. Media literacy is also important in this. And I will say, as an autistic doctor of psychology, there's a lot of really bad information on TikTok. 現在は、メンタルヘルスの差別だったり偏見だったりっていったものを減らすための話題になっていて、そうですね。That is 100% false. That's not even the right name. That is a name for two other things that are very different concepts. Oh, that's dangerous. まあ、配信者としての立場がかなり使える。配信者はそのセラピストにはなれないけど、その多分メンタルヘルスに関しての意見が出せる。Right, no, that's a very different thing. Also, if any of you hear the words object concept, なので配信者というのは、まあ、メンタルヘルス in psychology, those are very different concepts. に関して、まあ、かなり強力な立場にあるっていったような話題ですかね。すいません、今コメント欄にも来ていますが、林田さんに日本語訳を大まかな部分を訳してもらっていますが。And an important thing there is language. Absolutely. A very subtle thing that is going to can indicate to your community that you're welcome here is to do your darndest to rid yourself of ableist language. Yep. When it comes to mental health. And it creeps in. We all do it. I'm guilty of it. Yep. We all do it. We do. It's so commonplace to use a lot of those words. Yes. And what do I mean by that? What I mean is diagnoses as adjectives. Now, it's one thing
I think if either you or I were to say, "Oh my God, I'm so ADHD right now," that's one thing because you and I struggle with those symptoms in a really prominent way that impacts our lives across a variety of domains. Exactly. But you and I also know the difference that ADHD isn't just forgetfulness. Yeah, exactly. OCD isn't just being picky. Not even a little. 多分、配信者として、言語だとアドボケートになれるって言われているようですが、多分、カウンセラーですかね。カウンセラーになれるっていう意味ですかね、多分。Rid yourself of this kind of ableist language of using diagnoses like adjectives. Agreed. That's a big one right there. So big. But there's also other words like crazy. I was thinking that one too. We help out with another marathon by a different group throughout the year who also they fundraise for NAMI. And you hear hosts and people reading off donations saying things like, "That's so crazy," or like the couch commentary, and you're like, "We're fundraising." That's insane. That's insane, exactly. And you're like, "This is a mental health charity we're fundraising for." And like you say, there's such a common parlance. It's so hard to realize, oh heck, that's ableist language. But yeah, it can be really awkward. Yeah, and it's not. I mean. That's a subtle thing that you can do, but it can mean the world to some people because there are people who really don't care that much, and then there are some people who care a lot. But yeah, changing your words. I specifically have a beef with the term insane. Yeah. Because one, that's not technically a mental health term anymore. It's only a legal term. Yeah. But I also just kind of from someone そうした場合に、 it's often just kind of lazy. 使われる言葉を使う際に、まあ、言葉をどういう言葉を使うかっていうのはよく考えた方がいいという話ですかね、今は。Oh yeah. Chaotic, wild, unexpected. Let's see. Surprising. Enlightening, mind-blowing. I like to use mind-blowing as often as possible. Redonkulous. Yeah. Oh, I love it. 例えば、It's crazy っていう場合も、まあ、That's insane に言い換えたりみたいなような言葉の使い方を一つ一つ考えていくっていう感じの必要性に関しての話題のようですかね。I love your pill timer idea. I know. It's so good. And again, I didn't come up with that. Like I was in a boot camp and my coach or someone in there mentioned those and I was like, that is such a good idea. And I bought them and they're amazing. Kat here has a channel point reward on her channel where people can redeem it. The request is only redeem it at 2 p.m. and it helps her and other people to remember to take their meds. Not allowed having their cup of coffee in the morning before having their meds. That's a good reminder. Yeah. Comments about how Dr. TikTok would never steer me wrong. Oh, Lord. Yeah. And here's actually a really good point here, and a little off topic, but just to kind of bring it up quickly. The ADHD is a superpower discussion, and how that can be incredibly frustrating and disheartening, especially to those folks who are struggling with ADHD a lot. Oh God, it just makes me want to climb the walls to, especially around the autism thing, because my ADHD 現在は、symptoms are subsumed under my autism, but my experience 薬を飲み忘れないようにするための習慣の話をしてましたね。配信者の場合だったら Twitch のチャンネルポイントなんかを利用していたり、もしくはコーヒーを飲む前に薬を取るっていう風に習慣づけたりっていったような感じですかね。結構この Twitch のコメント欄とかの話題なんかも拾いながら話しているようなので、結構話題がいろんな話題に飛びながらいってみたいですね。
そうですね。水を飲むことを通知するボットなんかもありますからね。Stay hydrated っていうボットがあったりして。Awesome. Great. No, it's not just that. It's you have a superpower. I'm like, I do? Yeah. Yes, your autism is a superpower. My God, I didn't know this. Yeah. Please tell me. Please explain. Please explain my experience to me. And今はこの左のドクター B さんという方は、まあ多分、その心理学を収めている人ですけど、まあ、そうであると同時に、その彼自身が自閉症であるらしくて、それについての話題のようですね。まあ、むしろコーヒー飲む前に薬を飲んでしまおうっていう、どうなんですかね、その後コーヒー飲むのはどうなのかちょっとわからないですけど、まあ、そのコーヒーで薬を飲むわけではなくて、コーヒー飲む前に、まあ、薬を飲もうっていう習慣、朝毎日コーヒーを飲む人だったりすると、まあそういうふうに、毎日の習慣と組み合わせて飲むのを忘れないようにするみたいなような感じの話題だと思います、多分。Oh my God, Cinderflame, I love that so much. Yeah, that is. It's a joke, but it's also not at all. It's so real. Oh, I'm totally gonna deliver that completely. I'm totally gonna deliver that. Japan, you're autistic. That's your superpower. Yeah, そういう ADHD だったり自閉症だったりっていう方がそうでない人に自分の不足されている部分、まあ、その自分の悪い部分っていった部分、メンタルの病気について、まあ、簡単に語られてしまうと、まあ、簡単に語られてるなって思われてしまうっていうような話題ですかね。まあ、多分最初の話題になりますけど、そのお医者さんもその患者の方と全く同じ体験ができていないっていう大前提があって、その部分を忘れてはいけないってことですかね。Now, I have to recognize that there's a way I need to interface with the rest of the world that is mutually beneficial for both of us. ニューロダイバーシティ。And I can work with that. But when it comes to a lot of this stuff, 自閉症だったり発達障害っていったような、そういう今障害と捉えられているものを障害ではなくて、この正常な変異とみなす考え方ですね。そういうニューロダイバーシティという考え方があって、それについての話題のようですね、今は。まあ実際、そういったADHD という自閉症であったりすると言われている人と私たちというか自分自身がそういう精神的な疾患にかかっていないと思っている人の間に明確なラインというものはないですからね。お医者さんの診断でそういうふうに診断されたらって言いますけど、その診断であったと診断だったりも、まあ、時代によって移り変わっていたり、まあ、ある程度の基準はあるんでしょうが、その基準といったものもかなり曖昧で、そのグレーゾーンの中から、ここからは、まあ、そういうふうな精神疾患だろうっていうような認定をしているだけであって、実際、そこに明確なラインというものは存在しませんからね。そういった中で、まあそういう、精神的な疾患を、まあ、神経学的な障害ではなくて、人間のゲノムの正常な変異というなす考え方。まあ、そういうのも含めて人間のそういう多様性の一種であるっていうような考え方ですね。And not everybody deals with that malware.
just because people get sad, and people do get sad. If you don't get sad, that's a very interesting problem. That's something else to look at. Mm-hmm. Yep. Because sad things happen. Absolutely. But feeling sad due to a very obvious cause. Oh my God, Mario falling sound. I love that so much. Oh my God, I love that so much. Yeah, well, we all have a little cardiac arrest. It's so illustrative. Yeah. It's so great. It's so... But depression is so much more than just simple sadness. And when so many of us here, we all have a little whatever. You know what? I'm only going to speak for myself on this. I'm going to say what I hear. What I hear is somebody telling me, then why can't you deal with this? What's wrong with you? Exactly. And we all get sad. Why can't you deal with it? Exactly. We all get confused socially sometimes. Why can't you deal with it? Yeah. Why should you have the exceptions? Why should you have special accommodations? We all have this. Right. Yeah, exactly. So that's one of my big tips for people in accepting other people's behavior and destigmatizing. Let's just get rid of, we all have a little insert whatever here from our vocabulary. Let's just do that. Let's get rid of that right now, because it doesn't recognize the legitimate differences in our experiences. Yeah. ちょっと話題のつながりが難しいですが、自分のそのドクター B さんの考えでは、その自分の自閉症が OS であるとすると、うつや心療といったようなその精神的なストレスといったものが、マルウェア、不正なプログラムだと考えていて、これはつまりどういうことですかね。そういうふうな自分のその精神の状態というか、自分の状態、自閉症の状態である中で、さらにそこにうつや心療といったような不正なプログラム、ソフトウェアが働くと、誤動作を起こしてしまうというか、つまりより悪化してしまうっていったような感じのことなんですかね。But they coined the term to talk about the variances in human cognition and experiences that just naturally occur. And there are many people who will make the argument that autism is only a pathology because of the social structure in which we exist. If people didn't communicate using so much implied language, I'd be a lot less disabled. Yep. So as an example, and the term has been morphed over the last 30 years or so. There are some people who take it to mean all forms of mental health diagnoses. There are some who use it pretty exclusively within learning disabilities, ADHD, and autism. I tend to be more in that camp simply because I think it does a better job of differentiating the sort of way some of us are born, because we really are born with different working brains from the beginning, and that differentiates it out from mental health conditions which manifest later in life, often due to environmental factors. I mean, PTSD is an acquired psychic injury, and I don't particularly enjoy the idea that both of them are important. As someone who has a trauma history, both of them are very important, but I also know that my trauma is not the same thing as ちょっとカメラが is not the 2 same つに thing 当たってますけ oh ど。 look, oh, I'm on both sides. Yeah, we had someone get moved out of the channel, not realizing they would break the videos, so I dragged them back. Don't break the stream. Sorry. It's okay, we love you.
trying to pre-flight the next one. You're It's like, lovely. wait, I can do You're that. I love it so much. Okay, I'll hang out here and keep the sanctity of this dual screen And display. actually, while you're here, if we have any donations, this might be a good time to just take a little break and read some of those out 多 or 分 promote です something. けど、 So everyone I gets mean, But- I do have a donation, so if y'all want to take 5 and listen to this wonderful little donation, we have a $6 donation from Pendle7 saying this is a great marathon. Thank you so much for that donation. That's all the donations for now, but I will say there's never been a better time to donate than during the actual panel from Take This. I'll say that's probably your best plan. Well, I'll tell you what. I will take requests for silly things to do on the air right now if you donate. Oh. Let's get fun with it. Yeah, okay, listen, we may not get another Okay. opportunity for this. I'll tell you what. For every $50, $50 that comes in, I will put on another bow と tie.、まあ、ユーロダイバーシティという言葉のルーツですかね、についての話題 What で、 ties do I have within Ma. reach? Y'all got stuff to choose from. Oh, those are lovely. Oh my Oh my goodness. gosh. 人間の認知障害の差をいっぺんにいろんなものを同時に語る。I'm gonna reply I back got for ties. things. I got hats. I got feathers. What 今なんか what ド are ネ you ート gonna do で with this? 50ドルドネー Let's ト dress で up Dr. B. Yeah. 何かタイを Let's もう do 一個 it. 作るって言ったような So, ドネート yeah, やって you るらしい gotta です let ね。 us know if things come in. ちょっと 難しいですけど、 Delightful. If we hit 3150, I'm gonna put on the first bow tie. 認知障害の差、ま What's that now? あ、そういう精神疾患に関してのいろいろな差っていうものをすべて一つにまとめて精神疾患として語るけど、実はそこにいろいろなものがあって、それをニューロダイバーシティという考え方の中では、まあ、いろんな人がいろんな考え、育ち、経験などから、 They're talking to me. いろいろなものが複雑に影響し合っていて、そういう結果として取得されるものが変わってくるっていう部分で、それをニューロダイバーシティという言葉で表しているっていう感じの話題ですかね、多分。So I'm not dressed up in my usual Dr. B costume. And I'm covering for someone who wasn't feeling well, so I am just wearing what I was wearing, and I shoved some extra stuffies. So, enjoy. Okay. ちょっとニューロダイバーシティのウィキペディアのページなんかも読んでみるといろいろ書いてあるので、気になる方はご自身でも調べてみてみると面白いかもしれないです。 Heck Okay, yeah, you so- guys are lovely. All right. Oh, you know what? We're going with the sushi bow tie. Yeah. We're going sushi. All right. First off, we have $50 from, and I'm gonna butcher this name, and I'm so sorry. Amlison, which says one more bow tie. Y'all are doing great work. So that's $50. So that's a bow tie and a half. Ooh. That's awesome. Ooh. Then as well, we've got Purple Mage Claire with $10, saying, so glad the work for Take This does, and that we're having these discussions. We need more understanding when it comes to mental health. Oh, geez. 寿司柄ですか、これ。もう少しアップで見てほしいですけど。 All right, I got $50 from Eldritch Mecha, donating for a great cause, great runs, and more bow ties. Let's go. Yes, as Okay. Keishara pointed out, we do have a Japanese restream this year, and they are apparently freaking out, so, like, Okay. konbanwa, enjoy. あ、こんばんは。 All right. Oh, there we go. もうおはようございますの時間ですけどね。 See this. Gosh, that There we looks go. Yeah, Look at that. you're in two bow tie territory at this point. でもジャパニーズストリーム意識して寿司柄にしてくれてるんですかね。今ジャパニーズストリームの話題出してくれてますから。 Oh my goodness. Okay. Well, let's pick out a different bow tie then. We're at $110 at this My point. goodness. Donated towards your bow tie incentive. Okay. You know what? Since we got the Japanese restream going on, how about we go with cherry blossoms? Pretty. Since we まだ用意してますね。 that comment. Okay. 桜の棒体を Since we're like the 今度はつけますか。 opposite end of the year for cherry blossoms, it gives us a bit of 随分と私たちにアピールしてくれますね。なかなか珍しいです。 Ah, そういったことは。 Uplifting spring joy. yes. Oh, we need All that. right. Just gonna put on a second bow tie here. Oh my God, All right, and while I'm tying this bow いや、おしゃれですね。私、棒体なんて一つも持ってませんからね。 Questions. Yes, if you have any actual related questions and not awesome bow tie questions, so those are also valid. I'm always happy to talk fashion.
And that's, You I said mean, you have that's, you said you have a variety 日 of 本は hats. 本当にネクタイが主流で、ボータイつけてる人ってなかなか見ませんから I'm ね。 literally looking at them right behind you. that's the small 結 hat. 構ボータイ持って love that. た How many り more つけてる人がいると気合入ってるなって思いますからね。 I love that. And that's just the brimmed hats. I thought I had a lot of hats with a total of 6 hats plus ultras. 蝶ネクタ Say イ hi. ですか？ Let's see here. Let's get this. I'm doing not bad given I'm really not looking at this. Yeah, you're looks fabulous to me. I have no idea how to tie a bow tie. It's actually just like tying a shoe, just, you know, a little sideways. Oh. All right, there we go. Okay, we got 2 bow ties. That doesn't look silly at all. No, it looks fabulous. Awesome. 2個つけてると相当変人 in ですけ the ど。 community who likes to do hair bows. We'll add extra bow ties for her, and she That basically sounds like made M. yeah, that's that is Frozen Flygon, and she had her head like it was a helmet of bows, and it was mwah, it was so good. Oh, that's somebody. Okay, so my friend, one of Take This as Wonderful Ambassadors, Anxiety, also does that's something nice. similar. Such a good idea. Yep. But yes, at $15, you will get the next bow tie. That is so great. Oh my. Oh, and you know what? I'll even incentivize it. What do we got here? More What do we got incentives. here? This is great. I'll incentivize it. We're gonna make it. We're gonna make it dice related, and I've got so many dice related ties. Someone can probably call out a primary-ish color, and I have it. So. I love that. All I've got to offer is I will turn the sad octopus into a happy octopus. Oh, happiness! I'll give you a little preview, but it doesn't say. See, be happy, but no, they're gonna be grumpy. リバーシルブルの Any donations この will do that. I'm sorry. なん Did ですよ。 somebody say chartreuse? I get pretty close. Oh yes. まだ持ってますね、ボータイ。 Oh, this is fabulous. Isn't that the giraffe from Rolled Out? I don't know who that was directed at. I don't either, because I don't know. I don't have a giraffe in my general vicinity, although I do have a rather long neck. Yeah, I don't either. Giraffes are But cool. yeah. So, giraffes are very cool. Purple tongues, or sort of grayish. I didn't know. Yeah, chartreuse. Yeah. 15そうです more ね、 for なん another ていうんですか boat? ね、こういう帽子は。 Did we get? ちょっ Did と we 日本語 get の it? 正式名称知らないんですけど、 No. 中折れ棒 Not と yet, か but ソフトハットですか it ね。 might come in. Oh, okay. Well, if we get That's- 15 It was for just another that boat tie. chartreuse is the name of the giraffe from Rolled Out. That was the connection we were Oh. missing, yeah. Oh. I spent so much So- time cooking that my immediate association was the liqueur. About that $15. Oh, Did we we- got it. Yeah. Dark Okay, Cyril has we're donated doing this. $15. saying まだ he thinks 50ドル it's 来ましたか。 Dicey. Yes. I have so many dice bow ties, it's ridiculous. Oh, okay. What hat am I wearing right now? Right now. このまま行くと I'm もう wearing 首 a につけれなくなって Nighthawk from Gurren 顎とか Brothers. にきそうですけど大丈夫ですかね。 Almost all of my hats are from the company Gurren Brothers, Okay. and this is one of my latest ones. It is an all merino wool, and and incidentally, I am also a Gurren Brothers affiliate, which is one of the weirder twists of my career. And if you use my affiliate code, I donate all the proceeds to Take This. That is amazing. You should give こ us こ the までたくさ details ん on that so we can 蝶ネ give クタ you イ a してい check. ると、 So, まあそういう Well, のが正しいのかなって思わせられるぐらい。 what style of hat is it called? Well, this is めちゃめちゃつ this い is てますね。 technically a fedora. This is a medium to wide brim fedora because it has a pinched crown with an upturned brim. But the style, it is called the Nighthawk on the Gurren Brothers website. that is amazing. How do you spell Gorin? Goorin. So Goorin. Okay. Yes, just Gurren.com. Let's see if I can get this. Boy, it's a challenge to have 3 bow ties on. Oh yeah, I could. We have to start This is stacking gonna get some to sloppy the for a side moment. and.
This is getting sloppy with the bow ties. But in the best sort of way. Yeah, there we go. Okay. Okay. Yeah, alright. I got 3 bow ties on. Yeah. This is fabulous. So yes, you can get the Haddock Gorin 帽 brothers. 子、 Yeah. 帽子を And if you at 小学 checkout 生と同じぐらい use, 持ってるって言いますけども、 the 後ろに映ってますから code ね。 if you're shopping for a hat and you use my code, すでに and it's 壁に all 5つかかってますから I'll ね。 type this in. Okay. Doctor, or excuse me, the Doctor B. There you go. Then you will get I think you get a bit of a discount when you do it for the first time, and also I will get affiliate money to gift take this. That Could I is do that? amazing. Listen, it's going to charity. Use For charity. proceeds go to take this. There we go. Yeah. See, we're promoting hats. It's an added bonus. 確か日本からも寄付できた例もありましたよね。 Into a fashion stream. I love Like, it. I got ties. I got 寄 more 付の ties. I got neckties. I URL got bow はあ ties. りましたっけ I ね、 got so many 説明 ties. 欄に。 So many I don't know what that times. accent is, but we're just going with it. Yeah, it's accents. Yeah, Vaguely Eastern European. I'm bad at specific accents. I just throw in an accent and people go, Natara, what was that? And I'm like, It's an Oh, accent. good lord. Okay. What were we were talking about mental health, weren't we? Yeah, destigmatizing mental health specifically. Yeah. Well, I'm really curious. What question? I do want to kick it over to the chat. What questions do you all have? I've certainly これ got. ですね。 Let's not talk about my bad こ Australian. の寄付ページから寄付もできるはずなので、 It's just so もし Yeah, 棒体モードつけてほしいという方がいらっしゃいましたら、 Fantasy 14, ぜひ。 and one of our group mates is he's from Australia, and I think I tried to do a British accent, and he's like, Natara, were you trying to do an Australian accent? It was awful. And I'm like, no, it was just a bad English accent. Oh. Does boy. Dr. B Okay. play any games? Only mind games. Okay. No. Sounds good. That sounded so ominous. Hi, welcome. My name's Natara. I am very ominous and evil, so you're in the right place. Yeah, I play. There are plenty of games that I play. Although more and more these days, I'm into. I don't have a ton of time to play a lot of games, so very short-term, cozy type games. In fact, I am such a huge fan of Cozy Grove right now. That game looks so good. Oh my god, it's so relaxing. Okay, and part of the cool thing is, especially if you're busy, and this was a deliberate design choice on the part of the creators. One, it's super optimistic, super hopeful, super ここに super cute. 何か質問を書いてくだされば、この会社さんが訳して伝えてくださるそうなので、もし質問がある方はぜひ書いてください。 Each day is specifically designed to only have about 30 to 60 minutes of playing material. Okay, that's so for cool. Right. You know, a lot of people who have a ton of free time that I've talked to are just like, only an hour a day, and I'm like, you mean I can get a complete playing experience in under an hour a day? Yep. Yeah, and it is kind of like Animal Crossing, but without any aspects of social comparison. Okay. Which I know some people have gotten really stressed about when it comes to Animal Crossing, and being a completionist, the social comparisons, you know, getting certain objects as status and so forth, and Cozy Grove sidesteps all that. It's really wonderful. I love that game. Yeah. Oh, that's good. Well, that's a recommendation because I'd heard of it, but I haven't tried it. And I'm with you. I when I have time, I want to play things that are not super stressful, generally speaking. So that sounds lovely. Yeah. But other than that, one of my co-hosts on one of the shows I'm on has one of the co-hosts of one of the shows I'm on has roped me back into Destiny 2, which I'm awful at because I don't. I did PvP once,
and I was so angry about it. Yeah. Some of my friends tried to rope me into Destiny 2, and I started it, and it was fun. But I was like, "You have fun. I'm good." I love the cooperative multiplayer. Yes. Player aspects of it. The cooperative multiplayer aspects of it are great. Yeah. But the PvP was just so demoralizing. Yeah. Because it was like, hey, look at me. I've got this really cool thing. Take one step, boom. And you're like, I've been eliminated. Goodbye. So we have one question from chat here. Yeah. Do you think the increased stressors people have experienced due to the pandemic may help or hurt with destigmatizing mental health issues? Well, I don't think I can ever think of a situation where massively increased stress helps people. But it is a bit of a double-edged. It's a bit of a double-edged sword because, and I like the way you phrased it right there. The fact that our mental health needs have skyrocketed in the last year and a half has made it easier for people to talk about because it's not as uncommon as people thought. The problem is mental health issues have never really been that uncommon. こんにちはじゃないか。というか、おはようございますですね、日本的には。Depending on which research you look at, 1 in 5 people in the United States are diagnosed within a given year, and that おはようございます。 4 times. 先ほどからコメント欄でコメントをしてくださっているカエシラさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。難しい話は多分声で訳してたりは多分難しいと思うんですけど、普通な簡単な話でしたらいや、本当に助かります。Yeah, so on one hand, I think that the increased stressors that are just really obvious for everybody have made it more acceptable to talk about this because there's enough universal stressors at this point that nobody can really say it's a moral failing on your part or you're imagining that stress when we know, research has substantiated over and over and over again that you see elevated mental health challenges within marginalized communities, not because of any intrinsic qualities, but because of marginalization, systemic oppression, that sort of thing. Yeah. But, majority culture doesn't necessarily look at it and say, well, that's a really big deal. It is a really big deal, but it's not that's privilege and all sorts of stuff. But short answer, yeah, I think the last year and a half has made a big difference in how we talk about things. Yeah, absolutely. Also, quick aside, I think we've earned another tie. Is that correct, Kat? 今は少し性別される人たちのストレスなどのことを少し話していました。難しい話でした。なるほど。今、膨体をたくさん見せてますけど、何種類あるのか。はい。また新しい膨体が。ドクター B は実は膨体と同じくらいの数の帽子も持っていますよ。じゃあこの後ろにかかっている5つだけではないってことですよね。そうです。ドーナツの膨体ですと。何サラリーマン頭に分かれましたね。Yeah, no, we're getting ridiculous with, oh no, my head is so much bigger than my neck. That's not going to work. Weird how that works. そうですね、日本だとネクタイを頭に巻くの酔っ払いがよく巻くっていう文化があるんですけど、それって海外にもあるんですか？聞いたことがないですね。それ多分日本文化かもしれないけど、それはどこから生まれたのかはしてますよね、私も。どこから生まれたか私もわからないですけど。そうですね、実際に巻いてる人は見たことないですね。漫画とかで見たことあるんですけど。そうですね、実際に巻いている人は、いや、留学されている
していた頃にもしかして見たんですけど、外国人でそれを日本文化の真似をしようとしていたのでもあるかもしれない。そんな気がしますよね。私は見たことないですけどね。With diagnosis, joining communities which are really open to these sort of things, like the Valkyries, seeing that what everyone is talking about and going, yeah, that's probably definitely me, but then not wanting to get a diagnosis because you don't want to have that stigma. Yeah. I can't talk to somebody else's thought process. I can only speak for my own, really. For sure. And I will say I resisted a diagnostic label of being autistic for a long time. Simply because of the internalized ネクタイをほどかずに頭から抜こうとして、途中で力尽きて寝たりしているって頭にネクタイが残っていると。まあ、ありえそうな感じでありますね。確かに。It brought forth the idea that I thought about in grad school a lot, that a diagnostic label really is kind of a double-edged sword. On one hand, it can feel stigmatizing if we have that internalized, especially if we have any sort of internalized ableism going on. On the other hand, it can be validating. Yeah. Because to me, what it meant was there were enough people who struggle with my struggles that there's a label for it. That means someone noticed, and someone noticed that there were enough people like me that they created a term for it. Now, that term can also be weaponized by others, and we actually see that in a lot of internet slang these days. We see the term autism thrown around as pejorative, but for me, it was also really validating to know that I wasn't just making this stuff up. That other people weren't exaggerating my level of challenge. よし、じゃあ今はネタラさんがちょっと自分の話を少ししてて、診断が下すっていうのがちょっと嫌だったと怖かったっていうのを話をしてて、ドクター B が診断されるとそのスティグマがついていくっていうことも話してて、その一歩自分が難しくて戦っていることが多くの人にあって、その言葉がつくまでのことでもあるので、その自分がやってきた経験してきたことが有効であることもあるっていうのを話してた。また難しいことです。難しい話ですね。その診断っていうのは、その精神科医とかに行って、例えば自分が ADHD あるっていうふうに診断されるってことですかね。そういうこと。なるほど。だから自分のその精神疾患っていうのに名前がつくっていうことが怖くて、そういう自分が ADHD であるっていうふうに診断されたら、そこからスティグマ、つまり偏見だったり差別とかっていうのが進んでしまうと。そういうのが怖いっていう気持ちはわかりますよね。で、その一歩、自分がその知ってきたADHD だったりの経験も、今までやってきたことが、難しかったんだなっていうのを、こう有効であって、こう認められるっていうのもある。そのなんていう安心感。自分がこうそういう ADHD だったりっていうことが原因でうまくできなかったっていうことが、これが原因だったんだっていうふうに分かることで進めることもあるってことですよね。なるほど。Yes, that is definitely it there. If it's a question of just my friends or whomever I choose to spend time with. その現在今話していることとちょっとその
変わるのですが、例えばですね、自分が最近 ADHD だよっていうのを診断されてて、私、カイシュラさんが自分のことをさん付け、すいません。いいですよ、全然。自分が最近 ADHD でやるっていうようなことをこう言われてて、薬ももらうようになったんですけど、例えばこれを日本でしていたら、自分の日本語で言葉あるのかな、なさそう。まあ、バーンアウトって言って、過労かな、日本語で一番近い言葉なんですけど、働きすぎて何もかもが嫌で、普通にエンジョイしてたことも光らなくなったっていう状態って皆さんもしかしてご存知かなと思うんですけど。そうですね。日本語では燃え尽き症候群って言いますね、それ。同じ、燃え尽き。で、その、日本で私、燃え尽きたっていうことになったのですね。で、例えば、薬が何でもかんでも治すっていうことではないんですけど、その薬のおかげで、なんていうかな、頭の考えが晴れたっていうか、ちゃんといろんなものじゃなくて、とあるもので集中できてたりすることもできやすくなったっていうのもあるかな。で、怖いのもその一つだけど、その助かるのも一つのことであるかな。Some game I can't look at because I have way too many windows and I'm also restreaming. It's Deltarune. Thanks, Kat. で、次はデルタルーンが始まります。そうですね。デルタルーンが、もう終わっちゃうんですね。なるほど。今回、話が長くて、いろいろな話題になりましたけど、最初はメンタルヘルスについて話すことの重要性という話から入って、それが配信者という立場であると、そこに問題に関してうまく力強い立場にあるっていう話題から、メンタルヘルスに関しての、そういうスティグマ、偏見ですね、ついての話題から、ニューロダイバーシティですね。ニューロダイバーシティという考え方があって、精神疾患っていったものは、実はそういう精神的な、脳神経の、その、病気ではなくて、普通にいろいろな人の脳神経がそれぞれ多様性を持っていて、その中の一つとして、そういう精神疾患として現在診断されているような人たちもいるっていうような考え方ですね。そういうふうな考え方があるよっていう話だったりっていったようなものをいろいろに、多岐をだって話されていましたが、大まかに関しては、そのメンタルヘルスに関しての話題でしたね。いろいろ頑張っていただきありがとうございます。で、あさってかな、金曜日のアメリカの夕方なので、また日本の早い時間の朝ですが、セルフケアのパネルもありますので、頑張ってできる限り訳してあげますね、皆さん。今度のパネルは私もまた誕生しますので、また午後その訳して内容をできる限りに訳してあげますね。よろしくお願いしたいと思います。日本時間だと16日の、朝5時45分ですかね。土曜日の朝5時45分を予定しています。マラソンのスケジュールがだいぶずれたりしない限りにそうなります。はい。ということで、テイクディスパネル、解説というか日本訳兼解説ですね。林田さんに来ていただきました。ありがとうございました。まだ何か話すことあれば。いや、皆さん、また日本リストリームをしていただき、本当に光栄ながら、なんていう、
なんか私たちこんなに日本のコミュニティに人気があったのかなってすごい謙遜を思いながら、すごく嬉しいです。こちらこそリストリームさせていただきありがとうございます。ではでは、またデルタルーンが次にありますので、皆さんエンジョイしてていただけるようお願いします。はい。ということで、会社さんでした。ありがとうございました。では、次のゲームですね。デルタルーンの準備につきますので、一度失礼します。また、ここで司会も交代になると思います。ここまでの司会進行の担当はテリヤキチキンでした。ありがとうございました。Saying, I failed 10 coin flips in a row at the start of my Ultima run last night, which is a 0.0977% chance. So I'm giving 100 times that probability for another unlikely event, Punching Death. Thank you so much, Organ Mike. And let's, Punching Death is a incentive for a run that I forget. I remember looking at it and saying, oh, that's good, we need that. That is for Gauntlet 4, which is going to be much later in the marathon. But if you want to see Death punched to death, that's the thing to donate towards. As well, we've got $25 from Margaret Ann saying, yay for mental health, bow ties, hats, chartreuse, and friendos. Less than 3. Donation for Kids Bop for Final Fantasy XIV. Oh, I wish Dr. B was still here for this. Ramingo says it's $20 saying, donating so Dr. John Krasinski will put on another bow tie. Chat's choice. John Krasinski being the guy from The Office, implying the obvious. Kermit2121 with $10 saying, thank you for the work. Take this from Japan. Not alone, less than 3. And that's what I got for you donation-wise. So you're going to hang tight. We're going to bring you Deltarune, Chapter 1. And there'll be a duck tank. And we're about to swap restreamers. So the stream's going to go down. Get your panic baskets ready. I want to see that chat flooded with panic baskets. Just letting you know. Stay tuned.